シアン EX はどうだった？アニポケコラボウィークまとめ。ジャスパルと申します。ということで毎日のリサーチやっていきたいと思うんですけれども、もうねだいぶ日が経ってしまいましたが、先週のアニポケコラボウィークでこのメインアカウントはゴールド級発電所、通常フィールドに行きまして、サブアカウントはシアン EX で1週間リサーチをしていたわけなんですけれども、カヌちゃんたちの出現数にどれぐらい差があるのかみたいなところをねチェックしていきたいなと思います。ってことでね、早速このメインアカウントゴールド級発電所なんですけれども、カヌちゃん12匹、ナカヌちゃん9匹、デカヌちゃん5匹でのフィニッシュとなりましたので、合計カヌちゃんに関しては1個お香を使っているのでね、ちょっとなまりましたけど、なので全部で25匹分カヌちゃん族が登場してくれたよという感じになっております。エナジー的には最終的には約620万エナジーほど、ゴールドマスター19ぐらいでしたね。で、眠気パワー 1.3 倍が金土日はありまして、最終的には8億眠気パワーぐらいになってたんですが、金土日すべてで1、2億は吹き飛ばされているというような感じなので、しょうがないよねと。最終日どんぐらい吹き飛ばされてたんだっけ？ 5.5 億ぐらいだったから 2.5 億ぐらい吹っ飛んでたんだっけな。なんかね、そんな感じでしたね、なので、そこはあんまり関係ないのかなっていう感じではあるんですけれども、最終的に600万エナジーぐらいにいった結果、カヌちゃん、ナカヌちゃん、デカヌちゃん合計で25匹ぐらいだったよという感じですね。カヌちゃんはお香なしで11匹ということになりました。そしてゴールド級発電所にはキャプテンピカチュウの中ピックアップもありまして、他のピックアップがなしなんですよね。小ピックアップ0だったんですが、キャップは何匹出てきてくれたんでしょうか。キャプテン帽子リサーチした数7ということで、お香2つ使っているので、実際にリサーチした数は5匹ということになります。これ結構面白くないで、キャプテンピカチュウの星1ネガオって、もちろんね、眠気パワー消費そんなに大きくはないわけなんですよね。なんだけど、カヌちゃんが11匹登場しているのに対して、キャプテンピカチュウ5匹なので、何かしらの力は働いてそうな雰囲気を感じました感じませんかね、やっぱりそのカヌちゃんの方が寝顔がねトータルで多いので、もちろん寝顔4つあるのに対してキャプテンピカチュウは1つだけではあるので、そういうこととか関係してたのかなって思わないでもないですね。ちなみに睡眠タイプに関してはぐっすり3回、すやすや2回、特徴なし2回ということで、今回ねみんなすやすやタイプのポケモンたちだったので、2回すやすやが出せたのは良かったんですが、相変わらず本当に睡眠タイプはどうしようもないなそんな感じになっております。てな感じでね、キャプテンピカチュウよりもカヌちゃんの方が2倍ぐらいは出現していたよという感じになってますね。結果蓋を開けてみると、デカヌちゃんの登場数とキャプテンピカチュウの登場数が同じということになっているので、この辺はデカヌちゃんはねやっぱりどうしても眠気パワー消費の大きいポケモンではあるので、そういった部分でなんやかんやあったのかなと思うんですけれども、キャプテンピカチュウも5匹だったのでね、何かしらの力を感じますまだね、こういうリサーチの細かい仕様みたいなのって本当にブラックボックスで人力で調べる以外にやりようがないので、推定するしかないんですよね。多分世にあるそのリサーチなんちゃらかんちゃらみたいなやつもほとんど推定で、一部ねその確定で眠気パワー的にこのポケモンを呼び出せるみたいな眠気パワー体があったりとかはねするかなと思うんですけど、大体推定でこれぐらいの出現率なんじゃないかなっていうのをね、その計算機とかでもやってる感じになってるかなと思うので、まだまだね我々の知らないなんやかんやがありそうですね。ちなみに私は未発見寝顔はふんわり内部的に寝顔の登場確率上がってんじゃないかなと予想しています。なぜならナカヌちゃんのお腹の上根もカヌちゃんのお腹の上根も埋まったからね。でも星に寝顔のデカヌちゃんは見られませんでした。ハンマー抱き付き寝の方がねそのリサーチした数も多いので、例えば眠気パワーが残ってる時は星3寝顔の方が出現率が上がってるみたいな、なんか内部的なアルゴリズムになっていてもおかしくないのかななんて思わないでもないですね。カヌちゃんもハンマーにぎにぎね、星3寝顔が一番出てきてたんだけど、これはあれか、星3寝顔ってそういえば出現確率アップあったわそういえばね、かつてのアップデートで星3寝顔はちょっとね他の寝顔よりも登場しやすくなっているのが、実は結構ちゃんとじゃあ出てるのかもしんない。中根ちゃんもなんだかんだハンマー枕根がいっちゃん多いといえば多いし、でかぬちゃんも一番多いので、そこは出てるなーっていう感じでしたね。そんな感じで結果
いいキャンプチケットも特に使っていないので、先週1週間、リサーチ8匹かける7日、58、7、56匹中ピックアップのポケモンが全部で30匹登場した感じになりました。まあこれはカナちゃんとキャップが出てきやすかったからとかはあるのかもしれないんですけど、ね、中ピックアップのポケモンは1週間のリサーチの中の半分以上を占めていたよというね、結果になりました。で、カヌちゃん飴に関しては619個ぐらいになりました。まあ、大半はフレンドさんですね。やっぱフレンド飴がどれだけこのポケモンスリープにおいてパワーになるかっていうのはね、本当にすごいよね。なので、フレンドの有無がゲーム性に与える影響もとんでもなく大きいので、15歳未満レギュレーションは本当に我々のやってるポケモンスリープとはまた話が違うと。ね、それは課金してる人とかいいキャンプチケットを常用してる人ともゲーム性が違うように、やっぱ15歳未満レギュレーションもね、全くゲーム性が違うので、だからね、私が YouTube で基本的に伝えたいこと、これは間違ってないだろうなと思って声高に言ってるのは、常に自分のレギュレーションを確認せよとで、それに合う攻略法を選択せよということだけは正しいんじゃないかなと思って常に言ってますね。まあそんな感じの1週間となりました。で、いつもだったらね、サブアカに行ったタイミングでサブアカのお話もしようかなと思っているわけなんですけれども、せっかくの比較に今回はね、なるので、ちょっと待ってねサブアカのなんやかんやもうやっていきましょうか。ちょっと音声はそっちで撮りながら行こう。撮りますね、サブアカもちょっと同時にね、見ながらやっていこうかなと思います。まあ、せっかくなので、メインアカウントのなんやかんやは、カヌちゃんのなんやかんやにしておいて、OK、ちょっとね、準備が浅くて大変申し訳なかったんですけれども、このサブアカのポケモンネガオ図鑑も見ながらやっていきましょう。まずですね、サブアカは、先週シアン EX に行きまして、ルチャブルとカヌちゃんはシアン EX においては出現確率アップがあるよという、まあカヌちゃん族ですね。カヌちゃん、ナカヌちゃん、デカヌちゃん全員出現確率アップがあるよという感じだったわけなんですね。で、このシアン EX エナジー的には最終的に約360万エナジーぐらいになりまして、まあメインアカウントの 60% ぐらいな感じでフィニッシュしました。で、眠気パワーはね、1.3 倍、最終的に 4.8 億眠気パワーぐらいまでいったんですが、ここはかなり恩恵を感じるようなね、リサーチになってたんじゃないかなと思います。で、睡眠タイプの内訳は、うとうと1回、すやすや1回、ぐっすり4回、特徴なし1回ということで、まあ、シアン的にはね、ぐっすりたくさん出るのは嬉しいことなんですが、すやすやじゃないとね、カヌちゃん族がなかなか出てこられなかったんじゃないかなというのはちょっとあるところではありますね。すやすや1日だけ出せました。まあ、出せただけいいか。そんな感じで、まあ、メインアカウントゴールドでは12匹だったカヌちゃんなんですが、サブアカシアン EX では17匹で、これね、うち1個がお香か、1個がお香なので16匹出てきてくれてます。なのでメインアカウントより明確に多いぜという感じになってますね。そして中野ちゃんは6匹となりました。ここはメインアカウントより若干少なめであります。ただしお腹の上根まで全部埋まったよというところですね。で、デカヌちゃんは最終的にシアン X4 匹出てきてくれたんですよね。星3ネガオは多分ね、ネガオ解禁されてなかったんじゃないかなと思いますし、4.8 億でギリギリリサーチできるかどうかぐらいのポケモンだったかと思うので、まあ今回の私のエナジーではそもそもデカヌちゃん星3ネガオは出てこられなかった中で、これだけ星1星2は出てきてくれたんですよね。まあ、てな感じでカヌちゃん族はトータルで26と6と4なので26匹出てきてくれてました。まあメインアカウントが全部で15匹25匹だったので、まあトントンぐらいではありますね。そんな感じのカヌちゃんたちになりましたが、これ面白いのをね、ぜひ見ていただきたいんですけれども、キャプテンピカチュウじゃあどうだったんだっていうね、話なんですが、キャプテンピカチュウがメインアカウントではお香2個使っていて、7匹、累計5匹、リサーチで出てきてくれていたわけなんですけれども、キャプテンピカチュウ、どっこいしょ。キャプテンピカチュウはメインアカウントでは5匹リサーチしてたんですが、サブアカシアン EX ではどうだったんでしょうか。同じく中ピックアップでしたよ。3匹です。リサーチした数3匹で、うち2匹はお香の子なので、なんとね、シアン EX のキャップ1匹しか出てきてないんだ。
これすごくない？これはということなので、同じ中ピックアップだったカヌちゃんが16匹出てきてるんですよ。16分の1しか出てきてないのよね、ピカチュウ。これはさすがにカヌちゃんのシアン EX の出現確率アップ効いてそうじゃね？いや、わかんないけど、さすがにちょっと差ありすぎないかということで、まずもってね、そのシアン EX の特徴として、眠気パワーが使い切られやすいわけですよ。EX だし、しかもまだ眠気パワーもそんなに高められないフィールドボーナス 5% だったし、というのもあって、眠気パワーをリサーチの途中でね、もう3匹4匹とかで眠気パワー使い切っちゃって、あとは絶食枠みたいな感じにやっぱどうしてもなりやすかったわけなんですけど、その中で要は眠気パワー使い切るまでの間じゃないと、そのピックアップのポケモンたちって言ったら抽選されてないじゃないですけど、そういう感じなわけなんですよ。それが結構如実に出てたのかなと。カナちゃんの方がやっぱ出現率が高くて、より先に抽選された結果、キャプテンピカチュウが抽選されるところまで眠気パワーが残ってなかったんじゃないかなと思うので、これはかなりね、大きな差だったなというふうに個人的には思いました。そもそもね、メインアカウントのピカチュウ5匹が、あんまり多くもないっていう話ではあるんですけど、サーブアカのシアン EX は本当に比じゃないぐらい少なかったので、これちょっとたまたまだとは思うんですけど、サンプル1なのでね、結構面白い差になったなと。カヌちゃん16分の1しかキャプテンピカチュウは出てこなかったぜと。で、なんならカヌちゃん族で比べたら25匹じゃあ26匹出てきてるので、もう26分の1しか同じ中ピックアップのはずなのにピカチュウは出てこなかったという結果になったので、シアン EX の中ピックアップのその確率アップ、ルチャブルはね、やっぱどうしても眠気パワー消費が大きかったかなと思うんですけど、カヌちゃんとかはかなり出てきてくれそうだなっていうのは感じました。最終的にね、トータル、その雨的な部分で見てみると、そんなに変わらないんですよね。シアン EX が書いてあるんですけど、653個飴を集めているので、メインアカウントとそこまでの差はなかったよという感じになってますね。メインアカウントは619個、サブアカ653個。で、登場した種類も最終的にメインアカウントのデカヌちゃん、カヌちゃん族が25匹。で、シアン EX が26匹みたいな感じだったので、これはね、眠気パワーの分もありはすると思うんですけど、そんな感じだったんですが、とにかくシアン EX、かなりカヌちゃんは出てきてくれたし、ちゃんとね、出現確率アップはね、効いてそうだなっていう、すごく効いてそうだなという結果になりました。で、今回、その、デカヌちゃんの星3寝顔が出てくるまでは眠気パワー漏れなかったわけなんですけど、ね、さっきも言った通り、星3寝顔って出現確率アップがもともとついてるので、星1、2よりも出てきやすい傾向があるんですよね。なので、逆に、デカヌちゃんの星3寝顔ってどれぐらいなんだろうな、多分、ルチャブルも、4億5億ぐらいあったかなと思うんですけど、それぐらいになっちゃうと、逆にこうデカヌちゃんの星3寝顔がパーンって出てきて、ね、眠気パワーをほぼ全部使っちゃって、あとはちょっとピックアップ効かないぜみたいなリサーチにもなりかねないなっていうね、ところはちょっと注意してほしいんですけど、シアン EX の出現確率アップは感覚効いてそうだなって、結構目に見えて効いてそうだなという感じが私の中でありました。で、そういえばシアン EX は他にもピックアップのポケモンがおりまして、ミニ竜、白竜、海竜がピックアップだったわけなんですけれども、こちらはですね、ここで見てもわからないんですが、ミニ竜2匹、白竜0匹、海竜0匹となりました。ミニ竜ね、最終日以外出てきませんでしたね。で、ウトウトも1日だけしか引けてないんですけど、ウトウト1回引いたんですが、その時も出てこなかったんですよね。で、ここ、ちょっと気になる話なんですけど、もしかするとミニ竜、なんだっけ、シアン EX の絶食枠に入ってない説があります。ね、あるらしい。そもそもなんかね、出現ランクもうバグなのか何なのか、白竜の方が早いんじゃないかって言われてるみたいで、ミニ竜の方が白竜より、その、ランク上がってからじゃないと出現しないみたいな内容になってるんじゃないかという話があったりなかったりするみたいで、これもしかするとね、アゴジムシはね、なんだっけ、モンスター1、ノーマル1かとかから出てくるらしいと言われているので、絶食枠入りしてそうなんですけど、ミニ竜入ってないんじゃないかと今
私の中で話題です別に界隈で騒がれてはないかなと思うんですが、なのでね、ラピスラズリコ班は確か入っていたはずなので、シアン EX の方がね、また探しやすいんじゃないか、ミニリュウ探しやすいんじゃないかと思ってたんですけど、意外とそんなことないのかもしれないけど、でもアゴジムシもね、またフィールド限定のだったポケモンなので、差をつける意味はよくわかんないよなとは思うので、どうなんでしょうねもうリサーチ関連は本当にブラックボックスなので、常にわからないことだらけではあるんですが、まあなので、ミニリュウね、どうなってんだろうという、なんかね、今回私も絶食枠で出てきたなーっていう感じはあまり受けないリサーチ内容ではあったので、ちょっとね、謎は残るんですけれども、まあ、小ピックアップだったミニリュウ、白竜、海竜、全体通しても2匹。1週間でトータル2匹という感じになってまして、カヌチャン族がトータル26匹出てきている中での小ピックアップミニリュウ2匹という感じになったので、ここもとんでもない差は感じましたね。なんならキャップよりミニリュウのが出てきてるんだ。なんですけど、他にコメントでね、皆さんミニリュウ出てきましたか？シアン EX 言ってる人っていう風に聞いたときは、結構まあ、1日1匹にはいかないけど、まあ、トータル5匹6匹ぐらいは出てきてますよみたいなねお話は聞いてるので、私が下振れてるだけの説は相当あるこれキャプテンピカチュウもそうなんですけど、まあなんだけどやっぱり結構明確にそのカヌちゃんたちと中ピックアップかつ出現確率アップがあったカヌちゃんたちと他のポケモンたちとの間には差を感じた1週間ではありました。なのでね、シアン EX 言ってた方どうだった？特にキャプテンピカチュウとの差もね、もしよかったら教えていただけたらなと思います。まあそんな感じで、逆に眠気パワーがデカヌちゃん星3寝顔までいかなかったことによって、しっかりとカヌちゃん族がリサーチできた1週間だったのかなと思いますね。まあ結果的に、ピックアップのポケモンは、リサーチが初日が7匹だったので55匹中29匹、まあミニリュウたちも含めてね29匹になったので、メインアカウントが56匹中30匹だったんですけど、まあサブアカは55匹中29匹という感じで、まあこの割合だけで見ると同じぐらいなんですが、やっぱシアン EX に関してはあれがあるので、眠気パワーを使い切っちゃうっていう現象が起こるので、それを考えると相当頑張ってくれた、ピックアップめちゃくちゃ効いてくれたと言っても差し支えないようなリサーチだったかなと思います。なんならすやすやとうとうと1日しか出せてないので、ポケモンがね8匹出てくる時のリサーチで、例えばぐっすりタイプを引くとぐっすりのポケモン2匹必ず出さなきゃいけないんですよ。そういうルールになってるはず今のところそれから外れたのは見たことがないので、7匹8匹の時は絶対にぐっすりだったらぐっすりのポケモン2匹出しますっていう、そういうルールになってるんですけど、それがあった中でぐっすり4回引いてるので、8匹ぐっすりのポケモンが確定になっていた中でのこうピックアップのポケモンたち29匹となっているので、かなりねピックアップ本当にシアン EX 聞いてくれたというのはお伝えしたいなと思います。やっぱルチャブルはねどうしても出てきづらい部分があっただろうなとは思うんですが、カヌちゃんとかであれば本当にそのポケモン目当てで行きたければシアン EX1 個選択肢には入ってくるかなと個人的には思えたので、今後のねまだしばらく新ポケモン出てこないとは思うんですけど、こっからはミラクルスナップがあってミュウツーミッションイベントがあるかなと思うので、まあそこから先ねまたシアン EX に新ポケ出るよっていうタイミングではちょっとね気にしてみてもいいかもしれないなと個人的には思うぐらいの内容ではありましたね。まあそんな感じで、今のポコンは、サブアカの録画を止めた音ですねえ、そんな感じでちょっとバーッとねまくし立てるように話し続けてしまいましたけれども、ね、なかなか面白い、私のアカウントではなかなか面白いリサーチ結果になったかなと思います。なのでぜひとも皆さんどうだったかもね、そのキャプテンピカチュウとの差も良ければ教えていただけたらなと思います。てなわけでシアン EX 種ポケ厳選であれば悪くなさそうだぜというのを今回一応私の結論としてみたいかなと思います。今後もねまたこういうタイミングがあったらちょっと比べてみるのも面白そうだなと思わされましたね。今もねこうコツコツシアン EX フィールドボーナスを上げているので、またなんか行って遊べるタイミングがあったらこういうのを検証してみるのも面白そうだなと思いました。
そんな感じのアニポケコラボウィークまとめとなりますね。で、本日から、リサーチ的には、グッドスリープデーに入っていくので、眠気パワー 1.5 倍、2倍、1.5 倍、睡眠 EXP2 倍、3倍、2倍、訪れますので、本日ね、寝るポケモンたちなどなど、いろいろね、セッティングお忘れなくといったところですね。私ね、あれなんだよね、なんだっけ、その EX に来てるんですけど、EX のミッションで、ドッグタイプのポケモンとフェアリータイプのポケモン、まともな子がいなかったんですけど、ね初日からね、ここを意識して寝ていなかったので、グッドスリープデーの眠気パワーじゃ睡眠 EXP2 倍を1日分捧げることに今なっています。ね、火曜日の時点で気づいたね、あ、これ、やったなって。ね、まあそういうね、ところもね、若草 EX 来てる方々は、まあ、うまいこと調整していただいて、なんやかんややってください。OK、そんな感じで、まあまたね、後ほど、リマインドしようかなとは思いますけれども、8月もそろそろごっつり月末ということになってきましたし、今週も折り返しのタイミングになってきました。で、8月に関してはスリープポイント交換上 EX チケットだとかメインスキルの種だとかマスターサブレだとか交換をお考えの方は、まあこのグッドスリープで終わった後にね、スリープポイントが溜まってるという感じになるかなと思うのも含めて、またリマインドしますが、交換忘れないようにだけお気をつけください。ということで、メインアカウント今週3回目のリサーチ、ぐっすりタイプのリサーチとなりました。対戦よろしくお願いします。まだニューでグッドスリープデーではないので、明日ぐっすりは引いたっていいな。ピーちゃん探しによろしくお願いしますというところですね。なんかもう一個話そうと思っていたんですが、すべてを忘れております。お腹の上根が来てくれたぜ。およそ 2.8 億眠気パワーの若草 EX ぐっすりとなってます。そうだ、思い出した。もうね、週折り返しましたので、そろそろ来週のための準備、まあもうみんなやってるか。私が遅いという話はあるんですが、そろそろね、食材の準備であるとか、しっかりやっておこうかなと思います。来週はエナジー的なボーナスが一切ない1週間となるので、準備しとくしかない。ね、行きたいフィールド決めていただいて、お手伝いブーストするもよし、食材しっかり貯めておくもよし、まあそれは普通か。ね、そういったなんやかんやコツコツがカツコツやっていきましょう。そんな 2.8 億眠気パワーの星3、4ネガを1個だけの若草 EX、ぐっすりです。ヨーギラスを狙ってるぜ。お腹の上根のトドゼルが、さらに、ニューネガを。グッドスリープデーじゃないんですけどね。そして、尾びれ振ってる子がいます。この子はシアン EX になんと出てこられなかったシャワーズというポケモンです。よろしくお願いします。座り根の雪かぶりは一応絶食枠のポケモンではありますが、まさかのお腹の上でトロゼルが見たことなかったんか悪えということで、グッドスリープデーの未発見ネガオ出現確率アップは私信用してないんですけど、最近、やっぱちょっとニューネガオ、まだ見てないネガオって内部的にちょっと、出現率上がってたりとかすんのかなって思わないでもない今日この頃であります。周り見ていきましょう。これは単純にあれなのかな、眠気パワーが残ってる時にはなるべく眠気パワーの大きいポケモンから抽選するみたいなアルゴリズムになってるから選ばれたとかそういうのもあるのかもしれませんね。ただね、星3ネガオももう一個あるんですが、めっちゃ強いポケモンの星3ネガオではさすがにないと思いますし、コイル、雪かぶりが見えてるので全然絶食枠いるかも。シャワーズも来てくれてますからね。トドゼルガも一応初期ポケの星3ネガオであるとはいえ、最低限の眠気パワー消費はあると思っているので、星3ネガオもなんか初期ポケとかなんじゃないかなと個人的には予測してますが、木のふりをしていない子です。木のふりをしていない子です。これでもう眠気パワーなさそうだね。あとは絶食枠というところなので、なんとかね、ヨーギラスとかクワッスとか来てくれたらにっこりだったんだけど、クワッスってあれか、絶食枠入ってないか。ないかも。ねえ、あんな枠忘れました。そんな感じではあるんですけれども、まさかのお腹の上でトドゼルがニューネガを発見、ありがとうリサーチになりました。まとめてリサーチしておやつタイムやっていきましょう。こうなるとサブレ誰だ？石つぶてもいないからな、この EX ぐっすりはね。さあ、ということでトドゼルガのお腹の上で眠気パワー消費はこれどんなもんなんでしょうね。そんな感じで、まあトドゼルガ、シャワーズ、ウソッキーで眠気パワーはほぼさらい切って、あとは絶食枠だったんじゃないでしょうかというようなリサーチに見えます。おやつタイムやっていきましょう。眠気パワー的には 2.8
8億眠気パワーぐらいだったから、かなりいい感じのリサーチには見えましたね。トドゼルガのお腹の上です。かわいいお手手パチン、お腹ポコン。かわいすぎるトドゼルガ。大きな氷をも砕いてしまうたくましい牙を手入れしながら眠り込んでしまったのか、地面に突き刺したまま眠っている姿もすでに発見させていただきましたが、通常のね、若草本島では玉ざらししか出てこないんですが、それよりもさらに一段奥に進んだところでは、こういったトドゼルガやバンギラスなんかも登場してくれる若草 EX となっています。秘境リサーチはどうなるんだろうね。また出現ポケモン変わったりすんのかな。そうだったらそれはそれでとっても面白そうなんですけどね。そういった特別なギミックもやってきてほしいなと、今後にね、なんか胸を躍らせることができる今日のリサーチでした。おやつタイムやっていきたいと思います。そういえば今週は初っ端に大手機能を引いているので、なんかとんでもなくね、運がいいんじゃないかっていうね、オカルトマニアでやらせていただこうと思っていたんですが、なんかとんでもなくチャンスは飛んでいきまして、来週のために、ね、サブレを温存しなければいけない TV パルなんですが、さすがにチャンス飛んでくれたチルッとは、ね、今週の流れであれば、ボーナスサブレ上げざるを得ずってことで、ね、じゃあポケサブレでよかったというのはキンクでやっていこうかなと思います。超成功ありがとう。そんなチルッとゲットになりました。で、問題があるとすると、私は嘘八にサブレを上げるのか、そこを考えていきたい。一旦、コイルは上げてもいいと思っているので上げます。で、嘘八にサブレを上げるのかに関してはちょっと考えていきたいな。いやー、飴も相当使ったぜ、飴ブーストロボで。じゃあ、飴ウロボ。嘘八さすがに育てないんじゃないかな。どうかな、嘘八。トープ EX、岩メイン。岩タイプのポケモン、チゴラスいない、岩アクいない、石つぶて、ゴローニャがギリいる、そんなもん、岩タイプ、あとちょっともう思い出せなくいい体になっています。いや、まあ、むずいや、育てらんないんじゃないかな。来年、再来年でしょ。まだ、嘘八いってる余裕ないんじゃないかな。いや、木の見えすも飴がない。いや、ここはちょっと撤退だ。嘘八ごめん。いやー、嘘八もね、もしかしたらさ、急にマイクから遠くなるやつ。もしかしたらさ、嘘八もさ、とんでもない強化とか来るかもしんないじゃないですか。まあ、フレンドポイント7だからね、ウソッキーが。さすがにそんなことないんじゃないかともちょっと思ってるんですけど、いやー、むずいね。嘘八むずいね。まあもう終わってしまったからもうこのまま行くんですけど、今日の1枚どうしよう。トドゼルガでいい雪かぶりの方がいいかな。ね、わかんなかったんですけど、お腹の上に来てくれてありがとうも込みで、トドゼルガにしていきましょう。ここのアイコンかわいい。もうちょっとはみ出してる。カビゴンから。そして飴も19個ということで、本当にありがとうございます。こちらホリデー玉ざらしにぶち込ませていただこうかなと。ね、なんならホリデーで育てようかなと思っております。ということで、2.8 億年向けパワーほどのリサーチ XP 上のかけらこんな感じとなりましたね。お腹の上でトロゼルガも割と頑張ってくれていいリサーチだったかなと思います。ということでお迎えしたのはチルッとコイルとなっています。うっかり屋さんは良くないんだけど、今日この流れで飛行タイプのお敵のポケモンドードーを月曜日にゲットしてるからもうわかんないよ。これ親戚かもしんない。なんのね、月曜日にゲットしたドードーはここからね、お敵の食エスという流れだったんですよね。で、同じだね、元気チャージの飛行タイプポケモンだね、木の実の。条件は全て整ったんじゃないかってことで見ていきましょう。でも、あの子オスだった気すんな。さあ、ここがどうなってくるんでしょうか。ステータスドン SP509。木の実3つじゃないか。チルッとにしては SP 高い方かと思ったんだけど、そんなことなかったぜ。食材なんでしょうか。せーの、ぴょん。BB タイプ。そういえば、あの子も大豆をたくさん持ってきてくれるドードーだった。特徴ぶりすぎてないか、チルッととドードー。ね、そんな感じではありますけれども、スキルレベルは多分高くないと思う。1です。うん。うっかり屋でね、メインスキル発動率も下がってますし、SP もこれだけあるということで、ここは何卒お手伝いボーナスを持っていてくれて、レベル50までに木の実の数 S は持っていてほしい。ドラゴンだからね、入る隙間のこと考えると、まあ70でもいいのだけれども、結構あれだ、ドラゴンチームは入る隙間がないから、バチバチのサブスキルで来てほしいね。なんなら大豆もジジイロン来ちゃったしね。ということで見ていきましょう。サブスキルせーの、ビョン
睡眠 EXP ボーナス、あとは青スキルもりもりという感じになりました。食 M うっかりや睡眠 EXP ボーナスなので、世が世ならめちゃめちゃ強かった可能性がありますねえ、そんな感じで、まあさすがにお敵のなんて本当にそう簡単にねゲットできるポケモンではありませんので、まあゆっくり待っていきましょう。でも楽しませてくれたぜうっかりやそんなチルットでした。そして恋でもお迎えしました。こちらは金スキル確定していないのでスキル確率モリモリが欲しいんですが、やっぱり狙いたいのは陽気は悪くないかも。やっぱり狙いたいのはスキルレベルアップ M、 お手伝いボーナス、スキル確率アップ M 全人類そう思ってると思うんだけどね。そんなことないか。全人類はあまりにも主語がでかすぎたんですけど、無課金ならね、なんかそんな感じで来てくれるのが本当に最高なんですが、ステータスドン SP393、陽気が SP 査定高くないはずだから、それにしてはね低くないと思いますよ。食材なんでしょう。せーの、ピョン ABA タイプとなりました。コイルも食材2種パターンなのでハーブの方が選ばれやすいポケモンですね。お手スピ所持数ドン。所持数は変わってないわ。お手スピもこんなもんじゃないか。これ以上遅いのって多分嘘8クラスになってくるから、こんなもんだと思う。変わってないと思うぜ。スキルレベル2じゃないと思うけど、2だともうちょい高いと思ってる。なのでスキル確率アップであってほしいんだけど、スキル確率アップだともうちょい SP 上がっちゃってるかもしんないから、これショック M とかの可能性もあるか。 S ではないと思ってるか、スキル確率アップ S とかなんじゃないかな。サブスキルなんでしょう。せーの、スキル確率アップ S を手伝いスピード S、ただしスキル確率アップ M は幽閉されているよ。レベル80だよというタイプになりました。これ最高ではあるんだけどね。スキル、お手スピ、所持数はまあそんな多くなくても大丈夫か、ジュバコイルは。なんですけど、これスキル確率がレベル70とかでもちょっと話変わったな。陽気だし、一応飴は最低限があるしということなんですけど、まあ進化にね雷の石を使ってしまうポケモンなので、もうちょっとのんびり考えないといけないね。まあこの子も本当にマジのガチで輝くのってゴールド級発電所に EX になるのかなとは思うところがあるので、まあそれまでのんびり探したいけど、若草 EX でしか探せないけど、若草 EX はそれなりに来る機会があるから探せるタイミングもあるかもしれないぜっていう感じでのんびりやっていきましょう。まだねフレンドレベル10までのタイミングでも2匹お迎えすることができますので、そこにも期待を託して、希望を託していきたいなと思います。OK、 それじゃあサブアカやっていきましょう。長えメインアカウントになったね。バトンタッチじゃーということで、サブアカのリサーチもやっていきたいと思います。ということでね、メインアカウントゴールドサブアカシアン EX で行われたアニポケウィーク、行われたって私が言っただけなんですけれども、雨的にはね最終的に同じぐらいに収まったのが結構面白かったですね。メインアカウント619個だったかな。でサブアカが653個。もちろんねフレンドさんの分のブレ的な部分も多少はあろうと思うんですけれども、シアン EX 来てて飴が少なくなかったっていうのは良かったね、全然スヤスヤも出せてなかった中でここまで飴に差がなかったというのは、これちょっとねシアン EX も悪くないかなって思えるね一因になりましたなりましたと思いますね。そんな感じでありますね。ってことでサブアカは別にスイ君が強い1週間では全くないんですが、そろそろ食材を集めておかなあかんよなということで、スイ君をこき使おうと思います。デバフプラス 15% だけどよろしく頼むぜでやっていきましょう。ってことで、明日からはね、グッドスリープデーになりますし、一応ね、このサブアカウント、本当にたまたまレベル80でお敵のに完成する、カヌちゃんと、レベル80でお敵の、木の実エースを解放してお敵のになるピッピがいてくれているわけなんですが、さすがにね、もうちょい低レベルでお敵の持ってきてくれる方があまりにも嬉しいという話はありますので、どちらかというとね、明日からの3日間でぐっすりタイプとかが出せるといいなっていう感じなんですけれども、最近もね、先週もそうだったし、最近、さすがにぐっすり出しすぎ TV ではあるので、どうなるだろうね。そろそろ薄まってきつつあるぜ、特徴なしタイプとなりましたね。今週のグッドスリープデーは闇鍋がある睡眠タイプごちゃ混ぜがあるグッドスリープデーではないので、もうスヤスヤを引かないとピッピの飴は集められないし、ぐっすりを引かないと P 厳選はできないというね、なかなかシビアな条件下でのリサーチとなります。さあ、そんな 1.9 億眠気パワー若草 EX 特徴なし星2寝顔星3寝顔1個ずつという感じで、メインアカウントから9000万眠気パワーぐらいね劣る感じになっていますが、ちょっと星の色も1段階ずつ下げてお届けするような感じになります。さすがにお腹の上にトロゼルガみたいなはちゃめちゃポケモンは出てこられないと思ってます
ますが、星付き寝顔が2個だから、色付き寝顔が2個だから、そこそこ強い子が来ているのかも。参りましょう、リサーチへ。サブアカもヨーギラスをとても狙っております。さあ、ガルーラがこんにちは。そして星3寝顔はままごとねのピンプクだったよってことで、眠気パワーを使ってる犯人一気に見えましたね。星2ガルーラと星3ピンプクが眠気パワーをごっつり使っておりました。ピンプクの星3ってどんぐらいなんだったっけね。8000万眠気パワーぐらいなんだっけ。忘れちゃってんだよな。ちょっとまた EX のね、記憶を失ってますが、これ8000万では効かないね。1. 何億の世界な気がするわ。さあ、そして特徴なしだからね、ぐっすりやらすやすややら分かれて出てきてくれています。親子シンクロネのガルーラも相当な眠気パワー消費なので、この2匹でほぼ使ってるな、多分。多分ほぼ使ってると思いますわ。そしてピカチュウは特徴なしタイプ絶食枠から来ていてもおかしくないでしょうってことで、あとはね、なんかの間違いで特徴なしなんですけど、本当にヨーギラスとか出てきてくれたらなというところを同じ岩タイプからね、まずは嘘八先輩が先ほどのリサーチに引き続き出てきてくれたよという感じになってます。骨を抱いている子はガラガラちゃんなので、まだちょっと眠気パワーは残ってたんだろうなといったところだぜ。さあ、左側見ていきましょう。ここまででポケモン5匹見えてます。ヨーギラス厳しいか。ぐっすりから結構ね、ポケモンたち集まってきてはいる。丸まっているのは複数匹いるけど、ピカチュウやイーブイが一般的かなといった感じ。この子はオスのピカチュウですね。そして見張っている子がいます。サブアカもお敵の堂々の流れ、これは狙わざるを得ずかもしれない。そして葉っぱを回しているのはチコリータだけとなるはず。葉っぱ回しねってチコリータしかいないよね。かわいい。ねえ、ある意味専用の名付けをされた寝顔となっております。うわ、これチコリータも行きたいけど、ラピス EX のこと考えたらまだ先だから一家堂々行きましょうかね。OK。ということで残念ながら狙いの食材系のポケモンとかが来てくれたわけではないんですが、今週は堂々お敵のから始まっているとんでもねえ1週間となっておりますので、ここはちょっと堂々狙わざるを得ずといったところになりそうです。おやつタイムやっていきましょう。よろしくお願いします。何かの間違いで堂々にチャンスとかいかがでしょうか。左奥にガルーラ。でも生姜のポケモンを確かに探してはいるわ。生姜もあるし大豆もあるもんね、ガルーラね。そんな感じでおやつタイムやっていきましょう。これどうする？ガルーラね。なんでアンバーに出てこなくなっちゃったんだよ、ガルーラ。いや、むずいな。生姜のポケモン ABB のリザードミント待ちというか、ミント使うかどうかで悩んでいる子が1匹いますぐらいしか生姜のポケモンはいないので、実はレベル 30AA の生姜補佐みたいなポケモンとしていてくれたって嬉しいわ、ぶっちゃけ。嬉しいわ、ガルーラ。いや、でもいつ出てきてくれるかわかんないし、シアン EX にも確かいないんだよね、ガルーラって。通常シアンの砂浜にはいるんだっけ。記憶を失いました。ね、いたかなと思ってたんだけど、確信が持てねえ。ボーナスサブレ堂々で。ね、やっぱ、うわー、ゲットできんのかい。嬉しい、ありがとう。素でぬわーって言っちゃったわね。ぬわーってね、なんだっけ、パパスさん以外でね、ぬわーっていう人なんてこの世にいたんだなっていう感じで、ポケサブレはさすがにチャンスのついてるガルーラをミスミス返すわけにはいかないぜってことで、ちょっとね、サブレ半分個では足りないかもしれないんですけれどもね、お腹のことを一緒に分けていただけたらと思います。そんな感じでまさかの堂々ゲットとなりました。で、ガルーラはコツコツいこうしかないわ。もう一匹ゲットしたいけどね、なんかガルーラもピンプクみたいにさ、進化前突然出てこない？でも進化前っぽい子がもうここにいてるからもう無理なんだろうね。そんな感じでおやつタイム終了していきましょう。いや、なんだかんだね、ガルーラもちょいちょい強化もらっていたりだとかしますし、まだまだね、A 生姜のポケモンは貴重なんですが、私ね、そろそろ追加されんじゃねえかなとは思ってるんですよね。A 生姜の食材得意だかなんだか。でも食セレが追加されたからもしかするとまだしばらくないかもしれません。さあ、今日の1枚なんですが、これ堂々なの？本当に本当に堂々なの？ちょっとそろそろ堂々シアン EX いいですか？
そんな感じで、堂々にしてみました。ということで、ピンプクガルーラガラガラで眠気パワーはほぼ使い切ったんでありましょう。あとは絶食枠のポケモンたちでした。ね、そんな中で狙いの一つではありました、堂々が来てくれたことには行幸っていう感じでね、やっていきましょう。ということで、リサーチ EXP 目のかけらはこんな感じになりました。今日はあれだね、リサーチ EXP 多めのポケモンが多かったので、メインアカウントともリサーチ EXP 的には遜色ない感じでのフィニッシュになりました。お迎えしたな、堂々。ただしこちらまだ金スキル確定してないんだけど、そこをなんとかお敵のよろしくお願いできませんかね。レベル14頑張りやとなっております。ステータス SP459、高くはないね。堂々ね、もともとそこそこ SP 高かったかなと思うので、わかんない。金スキルではないはずです。食材なんでしょう。せーの、ぴょん。BB タイプとなりましたね。メインアカウントで月曜日に引いたお敵の子は AAA だったんですが、カカオ1個になるのがね、貴重ではあるんですが、カカオ、エナジー的には大豆の方が優秀だよという堂々です。お手スピ所持数トン。いや、これ所持数はあれだな。木の実のポケモンだからこんなもん。お手スピちょっと早いか、さすがに。堂々は確かに早いんだけど、進化前でも。さすがにこんな1時間切るぐらい早かったっけど、どうという気はしてます。スキルレベル 1？ お手スピ S？ か、ここでわかんなくて金スキルじゃないとなるともうスキル確率アップ M とかそういう類になっちまいますぜ。サブスキルなんでしょうか。せーの、ぴょん。お手伝いスピード S でした。合ってたね。スキルレベルアップ S、最大処理数アップ S ということで、これなんかの間違いでね、お手機能あったらもうお手スピ S もあって、そりゃもちろん育てますよね、という感じではあったんですが、さすがに1個ですら金スキル確定していない状況でお手機能を引くのは本当の至難の技でありますので、のんびり行くしかねえべなといったところ。なんだっけね、金スキル1個確定で何%ぐらいなんだっけ。 2、3% とかなんだっけ。で2個確定になってると 5% ぐらいとかだったような気がするんですけど、ちょっと記憶は忘れ去っております。そんなアニポケコラボウィークまとめの今週3回目のリサーチでした。ってことでね、明日のリサーチから今日のリサーチから今日の睡眠からグッドスリープデーの3日間が始まっていきますので、睡眠 EXP のためにそのチームメンバー寝る時のチーム編成とかね、なんやかんや買い忘れとかお気をつけください。そしてスリープポイントを蓄えたら、月末しっかりポイント交換して来月ミュウツーイベントに備えていきましょう。今日ね、午前中にこの動画撮ってるんですけど、お昼に何かしら情報来るでしょうか。それも楽しみです。多分来ないと思ってるんだけど、どうなるでしょうかね。ではまた明日、バイバーイ。